私は日本のデジタル人材育成学会の会長をしている角田と申します。全世界の若者へ AI 技術者を目指そうという話をします。全世界の若い皆さん、特にアジアで日々過ごしている皆さんに向けてのメッセージです。皆さん今どういう生活をしていますか？森の奥地の村でこれを見ている人もいるかもしれません。砂漠のオアシスの村の中でこれを見ている人もいるかもしれません。そういった皆さんにぜひですね、AI 技術者を目指してほしい、と思っています。今ですね、全世界的にエンジニアが足りません。で、AI に限らず足りないんですけれども、特に今後は、AI のエンジニアを目指してほしいと思います。もう理由はただ一つです。そこに夢や将来性を感じられるからです。今人工知能は生成 AI が花盛りですけれども、今後もですね、次々と新しい AI が出てくると予想されています。まさにオンゴーイングの分野ですよね。技術の隆盛というのは、革新期と停滞期があるんですけども、まさに今革新期かと思います。以前の革新期はインターネットが出た1990年代前半ですけれども、その時にはたくさんの技術が世の中に出まして、でそこから2000年から2010年代にかけては、少し停滞期でありました。新しい技術が出なかった時代ですね。で、今、2020年代ですけれども、AI の技術が今次々と出ているところと思います。で、新しい技術が出ている時というのはですね、若い皆さんが有利です。新しい技術を学んで、新しい社会を作る。そういう時代だと思います。またですね、今自分の生活を抜け出したい。社会的に自立したい。もっと言えば、貧困から抜け出したい。そのように思っている皆さんにとっては、今はいい時代になったと考えています。これからの時代は学歴や経験、そういったものがあまり問われない時代になってきます。では何が問われるのか。それはスキルです。技術的なスキルもありますし、少しベテランになってくるとマネジメントのスキルもあります。そういったスキルですね。逆に言うと、スキルは必ず求められます。必要です。なので、勉強してほしい。勉強する以外にスキルを身につける方法はありません。日本では約150年前革新期があった時に、学問のすすめという著作が、大流行して、ほぼ全国民が読んだのではないかと言われる大ベストセラーとなりました。それは全国民に向けて、勉強しようと呼びかけるものでした。人類には生まれながらにして上の地位も下の地位もないと。平等だと。ただし、勉強する人だけ人の上に立つ。社会の役に立つ。経済的に自立できるということを説いています。全国民に、勉強をすることを勧めたわけですね。これが今の日本の、思想的な礎の一つになった。日本人だったら、誰でも知っている書籍です。話は戻りますが、の勉強もしなくてはダメです。勉強なくしてスキルを身につける方法はありません。勉強することによって経済的自立も得られますし、いろいろな夢、若い皆さんいろんな夢があると思うんですよね。そういう夢を叶える、チャンスも生まれてくると思います。特に分野として AI。なぜか、これからの技術だからです。そういうものを目指してほしいと思っています。今、世界では、国家間の緊張が高まっていると思います。
国と国が戦争したり、あるいは国の中で内戦が起こっていたり、さまざまなリスクがあると思います。そういった中で、若い皆さんが、どうしていったらいいか、途方に暮れている人々も多いと思います。私が勧めるのはエンジニアになることです。エンジニアになれば、世界共通の言語、プログラミングもそうですし、さまざまな技術は世界標準ですので、エンジニアリングという言語で全世界の人々と会話ができます。コミュニケーションができます。つながることができます。そうやって世界の人々がつながっていくことが私の望みです。皆さんは個人としてしっかり学習して、しっかり自立して、しっかり世界の人々とつながってほしいと思っています。エンジニアの世界には宗教もない、思想の違いもない、人種の違いもない、民族の違いもない。私はそう思っています。では、具体的にどのように勉強したらよいでしょう。私の一番のおすすめは、世界標準的な資格を取得することです。それを目標に勉強することです。例えば、マイクロソフト、Google、Amazon といった企業には数多くの試験があります。エンジニア向けにファンダメンタルズなものから非常にハイレベルなものまでいろんな資格があります。それを下から順にですね、取っていってほしい思います。エンジニアの世界では資格が重要になります。スキルが重要な世界ですので、自分がどれぐらいのスキルを持っているかということを証明しないといけません。資格も無料ではありませんので、貧しくて資格が受けられないといった方には、今見ている YouTube を使って勉強することをお勧めします。YouTube であれば無料で見れますよね。で、今ですね、いろんな、学習するためのコンテンツも無料で、上がっています。簡単な AI のプログラムを書く、アプリケーションを作ってみる、そういったコンテンツも上がっています。そういうもので自学自習しても良いかもしれません。また、いろんなですね、スクールを見つけて、ドアノックしてみるのも良いでしょう。大変かもしれませんけれども、自ら道を切り開くためには、そういった努力も必要です。待っているだけではチャンスは降りてきません。自らチャンスを求めて、外に出ることも必要でしょう。そういうスタンスも、私は皆さんに求めたいと思います。エンジニアになれば世界で活躍することも可能です。きちんとしたエンジニアになれば、どんな国であってもウェルカムで迎えてもらいます。ただし、きちんとしたエンジニアにならないとダメです。そのために勉強するということですね。ぜひですね、日本語の学問のすすめという言葉を覚えていただきたいと思います。勉強することが唯一道を切り開くことだと、私は考えています。皆さんどうか頑張ってください。